うん。クリーンだよね。すごくクリーンに感じるし、舌触りの滑らかさがちょっと違う。はい、どうも、コーヒーに愛された男、粕谷です。でさ、なんか埋もれてますけど大丈夫ですか？もう、我が愛するコマンダンテに囲まれて、前々から俺がコマンダンテが一番いいって言ってると思うんですけど、はい。もう俺ね、好きなんですよ、コマンダンテが。シンプルに。もう最近いろんなの出てきてるじゃん。そうですよね。まあ、ほとんど持ってんすよ、俺。ちゃんと。例えばこのイージープレスでしょ？これもあるし、はい。なんかすごくたくさん出てきましたけど。とか、あとこれタイム1の一番上のモデル、はい、X ライトだったり、X なんちゃら忘れたけど、だったりとか、あと、最近ね、また脚光浴び始めてるけど、絹。これ今ね、昔フィロコフィアで取り扱ってたんで、はい、多分日本でも最初の頃に扱ってたのうちなんじゃないかな。2018年とかに。はい、で最近またね、いいんじゃないみたいな言われてて、まあ確かにいいんですよね。あと、これもあるよね。エッツインガーとかね。はい、あと、これとか、マッツァーの。こういうのもあるんです。まあ他にもタイム1いっぱいあるしね。タイム1あと3、4つあるんですよ。3つ4つ持ってて。俺多分ハンドグラインダー結構持ってる方なんだけど、はい、でもやっぱりね、コマンダンテが好きなんだよね。うまいし。でも、その中でもう、例えばこれは X25 っていうやつ、はい、アウトドア用の商品ですね。これですね。ちっちゃいんですよ。ちょっと。他のに比べて。はい、あと、こういう蓋がついてて、防水。だからこれ海に落としても平気なんですよ。濡れない。すごいですよね。まあ落とすなよって話なんだけどっていうのがあったり、これなんかね、刃が浅入り専用なんだって言ってて、タイガーシャークってだっけ。だからなんか結構正直使いづらい。ちっちゃくて、まあ軽くていいんだけど、はい、でデザインもいいじゃん。だけど実際引くとなると辛いのが、まあ、正直なところ、はい、で、まあ今日の話題にしたいのはこの C60 なんですよ、はい、これ去年一昨年の韓国カフェショーで俺がもらって帰ってきたものです、はい、でまあ他にね C40 が俺もう3つ4つ買ってるんですけど例えばこれはソウルの2022年のカフェショーで売ってたダークハニーってやつ、それがこの色かなとか、はい、あとこれはよく売ってるカッパーマウンテンですね。これ自宅で俺が使ってるものになります。これもねすげえいい色な、かっこいい。あとここではよく使ってるのがこのスノーホワイトっていうこれですね。この白いコマンダンテ、ね、はい、これいいよね。色がそう、これ最高。でもまあ俺どの色も結構好きなんだけど、でまあ今日話題にあげたいのがこれですよ。 C60。 これだけねもうデザイン違うの。ここのほら、もうかっこよくない？かっこいいですね。ここにねヘビーメタルって書いてるんですよ。これ使ってる金属がねでかいっていうもので、はい、でこれ自慢したいのはこれファーストユニットアウトオブファクトリーワールドワイド、つまり工場から世に出た世界で一番最初のプロダクトなんですよこれ。すごいですね、これを持ってるっていうのが。そう、俺正真正銘世界で一番最初に C60 手に入れた人のコマンダンテの社長
はい。と韓国のカフェショーでなんか話して意気投合したかなんかわかんないんですけど、すごく気に入ってくださってくれたの。で使ってみてって。でそれからずっと俺使ってんだけど、だから俺がこの C60 貸して、この間台湾のブリュワーズカップ優勝してるし、やっぱ C60 いいんだよ。この間の日本のブリュワーズカップでもうちのスタッフとかも、あと僕が教えてた豆屋のスタッフさんも C60 使ってファイナルまで行ってるし、いいんですよ C60 は。っていうのをちょっと今日紹介したいなみたいな思ってます。まあ、多分 C4 ね、C40 と何が違うんだろうってね、言われてる方も多いんじゃないかなと。まあ何が違うのって言われても俺も分かんないけど俺は味でしかあんまり判断してないからさ、でも C60 と C40 の違いをちょっと見ていこうと思います。まずは、はい、じゃあね、まずこの C40 と C60 何が違うか、これパッと見さそんな違わないじゃない？はい、これまずね圧倒的に重いっす。これまあ映像越しにはちょっとその重さっていうのはよくわからないんですけど重いんだよ。まずさ、このハンドルも実はちょっと長いやつなんですね。これ実はほら、まあこれ別に C40 にも使えるものなんだけど、まあこれが普通についてくる。じゃあこれまず普通のコマンダンって重さどのぐらいあるか見ると、まあ 570g、はい、でじゃあこっちの C60 どのぐらいか、1キロ。1キロですか結構これは確かに重いですね。倍ぐらいでかいんですよこれ。筋トレで軽く使えそうな。そうそうそう、ね、だからこれ2つ持てばまあ割といい筋トレになるっていうね。だからこれ外してもまあやっぱ 900g あるから、まあもうその時点で結構重たいんですよっていうのがまず1点で、あとこの中もちょっと見てみようかな。刃がこんなに違う。おー、なんかサイズですかこれは。もうサイズが違うよね。はい、全然すごくない？全然もう大きさでもこの筒の形状はほぼ同じように見えますけど。一緒です。これそうですよね。筒の形状一緒なんだけど、この金属刃に使ってる部分がやっぱこっちの方が多いんだよね。ああ。この広さがね。ここの広さが。そう。こんなに違う。販売当初、もうこっちのバラクータっていうバーの名前ついてるんだけど、はい、これ鋭利すぎて多分ねお客さんが切っちゃったんだと思うんだよ手を。だから注意勧告のメール来ましたもん。ああ鋭すぎて。そう本当に気をつけて扱ってくださいみたいな。いやそりゃそうだよなっていうまあ使ってる素材もね若干違うっぽいんですよ。はい。で大きさも違う。はい。なのでまあまずバーのサイズがでかいから、一般的にねグラインダーってバーのサイズがでかければでかいほど早く弾けるとか、だから摩擦熱が起きないとか、まあいいメリットがあるよねってよく言われてる。まあそういうメリットはもちろんある。ただそんなのさ俺正直どうでもいいと思ってて、うまいかどうかなんですよ。でうまいんですかっていう話。うまいんです。うまいんです。これで弾くとねまあでも使い分けだと思う、はい、ぶっちゃけ。であと金額も相当いくんす。ただ日本でいくらで買えるのか分かんないんだけど、まだうちもまだね扱えてないし、海外での価格の比率で言うと多分これ11万12万とかいくんじゃないかな。もっといくのかな。高いよね。ハンドグラインダーで10万超え。それってどうなんだろうとかって思うんだけど、もう一生ものだよね。10万円出したら一生使わないとって元取れないよね。そうですよね。だってさ1日1杯引いたとして365、それで10年やればね3600だから、まあ1回あたりまあ30円とかかもしれないけど、毎日引いて 10年で
そのぐらいでしょそれ結構だよなっていう。まあでもそのバーのサイズも大きくなってるし、この高さも高いんですよ。だからまあ引く面積も増えてんのかな。ですごく鋭利な感じにもなってて、流動分布も揃ってる気がするし、ちゃんと俺はそういうのデータで調べてないけど、甘さの出方、あとフレーバーの出方がすごくいい。特に甘みの部分で言うと結構ボリュームが高まる印象があるんで、ちょっとそういう違いを改めて検証してみようかなと思います。ちなみにこれクリック数がちょっと変わるんですよ。こっちで例えば普段俺30ぐらい使ってるんですけど、その場合こっちだと45ぐらい、 1.5 倍っていう感覚ですね。じゃあ行ってみましょう。はい。でちょっとこれ弾くところだけちょっと動画で言いたいのは、やっぱこれね結構便利なんですよ。このクランクが長いっていう。これブラッククランクっていうんだっけかな、レッドクランクだったよね。ブラックだったような気がするんだけど、これだと結構ここの距離が短い分回転力いるんだけど、これ長いし、ここのウッド部分が結構でかいから、男の人は特にやりやすいかも。手が大きくて弾きやすいっていう違いもありますね。で、あとそもそもバーがでかいから、こっちの方が同じグラム数入れるときは早く弾き終わるっていう、そういうメリットもある。早く弾き終わるってことは、摩擦熱もかかりにくい。ただハンドグラインダーで摩擦熱なんて起きねえよなとか思うよ俺はね。そんなねめちゃくちゃ早くターミネーターとかじゃない摩擦熱が起きるぐらい早く回転させられたらさ、もうもうこの長さうんぬんじゃないよね一瞬じゃんっていう。ほんのちょっとの違いですね。 C60 はもう多分本当に結構一瞬で 15g ぐらいだったら弾けるんで、そういうのは違ったメリットかもしれないね。俺あんま気にならないけど、そこら辺はうまけりゃいいんで。はい、じゃあ弾き終わりましたんで、ちょっと飲み比べしていきたいと思います。はい、というわけで入れ終わりました。別に入れ方はいつも通りの 15g で225注ぐっていうだけなので、それを5等分してね注ぎました。豆はうちのエチオピアの深入りですね。前にカフェモカもどきでも使ったエチオピアブクハニーのダークロースト。これ浅入りとかだったらまた結果が違うのかなって思う反面、あんま変わんねえよなとも思ってるはい、じゃあ飲んでみましょう。こっちが C40、 こっちが C60 ですね。パッと見の違いはない。抽出中もこういう感じ。じゃあまずは C40 の方飲んでみます。 C40 でクリック 30、 C60 でクリック45。うまいすでにそっちでももうだってうまいよねそりゃそりゃコマンダンテです。コマンダンテですもん。うまいんですよ。やっぱり味の出方がいいね。バランスいいと思うな俺。やっぱり甘さもしっかり出るし、フレーバーも綺麗に出てくるし、もうやっぱりバランスいいよね。うまいです。じゃあそれに対して C60、 価格も 1.5 倍ぐらい。どうでしょう。クリーンだよね。すごくクリーンに感じるし、舌触りの滑らかさがちょっと違う。レベルが滑らかさ、なるほど。入ってきた時の、そう、どっちももちろんそれぞれエチオピアの甘さを感じるんだけど、
いやうまい、なんか悪く言うところないんだけど、こっちと比べるとややその舌触りが滑らかさに欠けちゃう。いや比べるとね、いやマジで比べると欠けるっていうか、こっちが長けてる。逆に言うとこうやって飲み比べないともうわからないかもしれない。なるほど。うまっ。フレーバーの明瞭度、もうマジ段違いだと思うよ。そこでもすごい面白そうですね。これね、でもグラインダーの検証って本当に難しいんですよ。なぜならメーカーは 1.5 倍にしてくださいって言ってるけど、1.5 倍にしたら例えばピークのグラインドサイズが一緒かもしれないけど、流度分布がずれてる可能性あるから、それって 1.5 倍で検証するのが正しいのかっていう話になってきちゃうんですよ。だから難しいんだけど、でも味の出方の傾向で言えば、やっぱり C60 はフレーバーの明瞭度が高くなるから風味はキャッチしやすいし、何よりクリーンに出てくる。なのでそれこそフレーバーとかコーヒーが持ってる甘みっていうのがすごく綺麗に感じられると思う。何よりやっぱこの口当たりの滑らかさ、アフターの伸びとかね。アフターが変わるのはなんかやっぱ嬉しいというか、よりこう長く余韻が残るようなことですよね。なんかアフターの甘さの余韻が強くなるっていう感じかな。ちょっと飲みますか。じゃあまず C60、まあ美味しいと思います。普通にもううまいよね。美味しいコーヒーですけど。はい。じゃあ次。綺麗ですね。そう。めっちゃ綺麗じゃない？こんな違うんですか？いやなんかそうですね。飲み比べなきゃわからないのかなと思ったんですけど、でもこれ単体でも結構違って感じますね。もうなんかね、酸が強くなってるわけじゃないんだけど、鮮やかな酸の出方してるし、なんか生き生きとした感じ、ブライトネスな感じ。これはね、やっぱいいんだよ。これはすごく。でもなんか今比べてわかるように、すごく C40 を好意的に捉えれば重く出るちょっとっていうのかな。というよりか、なんていうんですかね。なんつうんだろうね。シンとくる感じはあるっちゃあるよね。だからそういうものはこっちで入れてもいいのかもしれないけど、やっぱスペシャルティーコーヒーの良さを楽しみたいんだったら、やっぱこっちとかの C60 の方がいいとは思うんだけど、ただ使い分けな気もするよね。そうですね。ただ今これで飲み比べて確かに10万円って言われても、1年間頑張ってちょっと貯めて買ってみてもいいかなって思っちゃう自分が今少しいますね。まあね一月1万円ずつぐらい貯金していくと1年後買える。そうですよね。月1万って結構でかくない？いや結構でかいですね。結構でかいよね。でもこのやっぱフレーバーの鮮やかさ、さっき哲さんが言われた通り、これはすごい印象に残りましたね。やっぱり大会で使われる理由もわかるよね。なんか今飲んでわかりました。ちなみになんかね、絹とかって甘みが強く出やすいと俺は思ってる。前によくうちで使ってた頃はそういう結果だったかな。これもいいアイテムだったよね。でも俺はコマンダンテ一択。今のところ。もうコマンダンテの信奉者になってますね。もう何言われてもいい。コマンダンテ。俺はコマンダンテでいい。これからどうなるか分かんないですけどね。現時点で俺はやっぱ好きだけど、そんなのは一旦置いといて、この C40 と C60 はこういう違いがあるよっていうことをちょっと今日は説明させていただきました。というわけで C60 買いたいなっていう方はぜひいいね。そうするといいねつかなさそうだな。10万円ですからね。なかなか躊躇する人もいますね。楽しかったっていう方はいいね、チャンネル登録拡散お願いします。たまにフィロコフィアでC40 扱うんで、
ぜひ見てみてください。メルマガとか登録しておくとちょいちょい来るんで、買いたい方はぜひ。ただ今高くなりすぎちゃって、いやもう値段が昔は3万5,000円ぐらいで正規品が買えるんですけども、倍だよ。じゃあそうですよね。もう今だって6万以上するんじゃない？その時昔買っといてよかったって今思いますけど、本当に。でもだって当時って1ドル100円とかさ、100何十円、10円20円とかじゃん。110円20円ぐらいの時代ですかね。今150円でしょ。そうですね。1.2 倍とか 1.5 倍ぐらいだから、そりゃそうなるよ。確かに。別にね、ぼったくってるわけじゃないんですよね、本当に。いやー、わかんないよ。誰かがぼったくってるのか知んないけど。なんかそれ疑惑が赤いつなんで、それはちょっとあれですけど。まあまあ、というわけでコマンダンテの検証動画でした。では、お疲れ様です。